炭鉱を茶化したろ。そんなに私が恋しかったの？あ、そうだ。てえてえな、この二人。もう出てくんの？幻月遊戯に加わる。絶滅大君っしょ。というわけで個人的に二層楽園で一番おもろかったバージョン 4.3 開拓クエストダラダラ感想です。前回バージョン 4.2 がね、勝者は優越のアイオン一生分です。マジで？からの討論会開催。デイさんの朝まで生テレビ来るか？トゥー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 からのちゃぶ台返しからのスケベカフカからのレベル999からのオタゲーせいちゃん。これはこれで怒涛ではあったんですけど、前回は討論会が見たかったんですよね。賢き者たちの湿度高いレスバこそ廃れの花。新興宗教団体による気色悪いハッピーオペとか、空気読むことを強いる同調圧力の社会とか、メディアの世論操作とか、取り扱うテーマは現代的で、例えば半分だけ真実混ぜて不信感植え付けさせるところとか生々しくて、さすが廃れって感じだったんですが、でもそのテーマは廃れで見てもなーっていう長寿タイトルの宿命で、今更七種のうぞうむぞうから叩かれようが、星々を救いまくった七種人たちにダメージあるんだっけって思っちゃって、いまいち緊張感を覚えにくく、マンガンの最後は結構好きだったんですけど、なかなかたぎらず感想動画スキップ、ニュートラルなテンションで挑んだバージョン 4.3 めちゃくちゃおもろって思った考察を紹介すると、請求列車のテーマ性って宮沢賢治の銀河鉄道の夜に由来しているらしい。北条姫子の公園水の名前がまんまそれなんで、そこまでは明らかで、私は学がないんで銀河鉄道の夜読んだことないんですけど、この作品ってジョバンニっていう少年とその親友のカムパネルラが銀河を巡る鉄道に乗って旅をする話なんですが、ラストにカムパネルラが現実世界で友人をかばってすでに死んでいるってことが明かされるらしい。で、彼の魂が帰ってくるまでの残された時間、親友のジョバンニと銀河鉄道に乗りながら最後の時間を過ごしているだけだったっていうオチ。旅が始まる前から実は大切な人が亡くなっていたっていう事実がこれから列車組にのしかかるのに通じるなと。列車での銀河旅行っていう表層的な部分だけじゃなくて、そこまで日本作品を丁寧にオマージュしていて、ほよばありがとうって言ってる人がいて、私はすごいなと思いました。というか現像種ってどうこうしたら消えちゃうみたいなことロード画面中に書いてあったような気がするんだけど、大丈夫かな？大丈夫か。ピックアップキャラクター姫子旅立ちだったし、一番最初姫子が自分のこと借り物の命って言った時、借り物って何？ある人物に命を救ってもらったから、今その身は恩人から命を借りたようなもんっていう意味なのかなって思ったら、もう借り物どころかって感じでしたね。せいちゃんの茶化しに炭鉱がマジレスしてるところからもう九死に一生得るっていう表現してたんですね。そう本人に言ってたってことなのかなと思ったら銀狼が言ってましたね。開拓クエスト開始12分で後ろ髪引かれまくってる銀狼かわいい。性格ハンター基本的にそれぞれの意思を尊重しますっていう姿勢で、今更何言ったってジンが本意するわけないって分かってはいるんだけど、受け入れがたくてまごまごしちゃうのがいい。ここのやりとり、言うて死なずとの会話の後だとそういう不満出るよなっていう共感と、ジンから銀狼への信頼が滲む会話で好きでした。で、口場さんは結局何なん？所属が超常現象管理局なのはわかるんだけど、目的も警告の意図もわからんし、前回お前の返答の誠意次第では正体答える的なニュアンスでしたけど、結局パールと口場は互いに話し合ったのか。口場さんの趣味が食レポ動画の投稿だか視聴だか、つまりグルメっぽいので、優越が貪欲の未来を奪ったので、つまり口場さんは優越側の陣営じゃないかって言ってる人がいて、もう何もかも怪しく見えちゃってるやんけって思いました。ここでチャット GTP みたいなこと言うなのか草でした。実際この大爆笑火花って AI オマージュなのかな。リンゴは赤い、赤いのはポスト、つまりリンゴはポストみたく、局所的に論理をつなぎ合わせることはできるけど、改めて全体で見ると無茶苦茶なこと言ってるのすごいっぽいなって。こういうクソアイテム後々どう生かされるのか、それとも単純にこのメンツだと合理的な推測ができないから与えられた一時的な舞台回しなのか。三歩めっちゃ活躍してんじゃん。この辺の未着とか試験の話、最初よくわかんなかったんですけど、後々いろんな人の考察見て、ああそういうことかってなって、もともと仮面の愚者だった未着が優越のために歓迎されない場所に現れたんだけど、ジョーク聞きまくっておもんなってなってワールドエンド行くわっつって消えたと。で、死なずの予測としてはワールドエンドに行くっていうのは、要は昔請求列車に乗って開拓しまくったってことじゃないか説浮上で、死なずに影をくれた試験は昔の請求列車のナビゲーター。そんで優越に対して失望した未着と今優越を滅ぼそうとしてる鬼弱は思想が一致している。今話した推理がなせそうなところで鬼弱が邪魔してくる。で、後々歓迎されない場所に来がちなんでって鬼弱自身が言っている。つまり未着イコール試験イコール鬼弱じゃねって。確定かはわかんないけど、一旦考察として腑に落ちたので自分の中ではそういうことにします。ただ鬼弱が生地化けられちゃうがゆえに、じゃあ死なずに影くれた時の試験は七死人としての試験なのか、それとも試
剣を装っていた鬼弱なのかとかもうなんかよくわかんねえ。名鳥の組織長といい黒幕にメタモン能力を付与すんなだし、しかも同時に存在できちゃうとかされたらもう何でもありですよね。回答待ちます。口場さんもわからんけど、ステラもなんか立ち位置よくわかんないんだよな。創造者グラフィエと対になってる現代の絵描き兼ギャグ担当とかそんぐらいなんかな。聖杯戦争って重くそ口にしてたし、フェイトコラボの方で活躍してくるんでしょうか。で、唐突なグラフィエですよ。似てるなぁ。でもおっぱいはちっちゃいね。偽物とはいえまさかこのタイミングでお目にかかるとは思わず、しかもドバドバ新情報流してくるので面白かったです。村田の由来はまだ本当って確定してないのかなこれ。ここも好きポイント。この後に及んで無理やりにでもしょうもない提案をする銀狼。ここからのやりとりは全部好きでした。どれも正解。どこが正解？セリフ回し良すぎ。ローカライズが本当にうまい。未着と鬼弱とか本格派とポンコツ派とか。あともう一個インフミでおーってなったんですが失念。スライドインしながら喋り始めるリアルグラフィエちょっとおもろかったです。で、こっからのやつはゲロするんですけど、先週ラフ編読み飛ばし勢として罰せられてる感じがしました。別にそこ分かってなくても十分おもろかったんだけど、誰このおじいさん？誰？あ、はいはい。マネボで金色の人ね。こいち、終始こんな感じでした。そういえばオンパラスの時も一位先進っつって再開してて急にどうしたって思っちゃったんですけど、まずそもそも小市明さんっていうのが最初期に列車組の合図として炭鉱が使っていたやつで、当初炭鉱がちょけてるだけの何のこともない言葉だと思ったら途中から急にジンもこれ使うから、実はこの言葉っていうのは炭鉱とジンが先週時代の時の絆ルーツの言葉であることが判明して、そんで今回不適切な感情は任務を失敗させるってことだから、その代わりにこの言葉で分かれる。もうって本来は思える場面だったんですけど、私がちゃんとそう思えたのは人の感想を読んでる時でした。こういうの丁寧に消化できてる人が報われるストーリーになってますよね。で、なんやかんや自分自身を鍛え直して千や人として復活してよかったねと。正直ここもなんかふわっと理解なんだよな。貪欲をロとし、自身と出骨の血肉を鉄とし、死をハサミにしてで、俺というお前を閉じ込める檻を作るってことなのかな。じゃあここで出骨とバトり続けることでずっと出骨を外に出さないようにするっていう覚悟だったんだ。その檻の矛先は薬師へと永遠に向けられる。でもお前という檻はこの中にずっといるんでしょ。矛先を向けるも何もなくない？ポーン！あれ出てきた。あ、なるほど。1000回打ち直して自分という檻をアップグレードさせて、でアップグレードしたから満を持して外に出てきて、で永遠に出骨を自分という檻の中で飼いならしつつ、その檻の体ごと薬師をぶっ飛ばそうってことか。出骨を幽閉してきた。もうお前の中にいないのみたいな。なんかまあなんとかなったからよしみたいな感じです。解説できる人いたら教えてください。で、ここからまたさらに一盛り上がり。ずーっと緊張感あってめっちゃ良かったですね。ここの演出でまた始まったよ。オンパラスでもあったやんこれ。また話がややこしくなるよって思ったら直後に種明かしがあって安心しました。全体的にピノコニやオンパラスより分かりやすくてありがたい。こういうリアクション、あわよくば父親が本物であることに期待はしちゃうんだけど、でも見事に希望は打ち砕かれてと思ったら、実は姫子側も偽物だったっていうサプライズもあり、ただ私にとってはサプライズってだけで、リアル姫子が七死人姫子を現像しただとしたら、それに気づくはずの竜介が気づかないのもおかしい。つまり竜介も誰かに偽ってんじゃねって完璧に予想してる人がバージョン 4.2 の時点で複数人いたので、皆さんすごいですね。鬼弱が文字通りのシンプル愉快犯なの個人的にはとても好きですね。日本語できちんと意思疎通できるし、理性的なのにこっちにとって害のあることしかしてこない。どうしようもなさ、絶対に武力以外で解決しようがない無力感。やっぱ悪はこうでなくちゃ。早くぶっ飛ばさせてほしい。ただ確率操作っていう特性が少し浮いていて引っかかる。これどう立ち向かうんでしょうか。プーンには幸運だ、アベンチュリンを当てていけって予想してる人がいましたが、さすがに唐突すぎるだろうと思ったけど、スターピースカンパニーつながりか。ルアン名すらまさかの再登場してるぐらいだし、ワンチャンあるなと思いました。というわけで今回、銀狼うじうじ、鬼弱の正体発覚、グラフィエ登場、この世の断りペラペラ、千や人大逆転、偽物おじさん、偽物姫子みたいな感じで、2時間ちょっとなのに最初から最後まで目が離せなくてめちゃくちゃ面白かったっていうか、バージョン 4. ペケで一番好きでした。新興宗教もソーシャルメディアもいいけど、やっぱ絶滅体君っしょ。スタレほんまストーリーおもろい。今回こんなところで終えるなって声多いですけど、それだけ続きが気になるっていう意味で最高の褒め言葉ですね。これだけエロ抜きで熱中して読み切れたのも久しぶりでした。まあそれはそれとしてダリアは早く絶滅体君落ちして再登場してください。次回フェイトコラボ、ギルガメッシュと遠坂凛ということで、何のひねりもない順当すぎる実装で草。ステイナイトからのフェイトファンなので楽しみです。皆さんの今回の好きシーンや私が気づいていない小ネタ、ぜひコメントで教えてください。こんな感じでスタレは今後も開拓クエストゆるっと感想を共有していきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒お告げなし。